はい、こんにちは。ラウトミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックスでいかつい音を出してみようというね、そのやり方をちょっと説明します。じゃあ、いきなりなんですけどもね、デモ演奏からやってみましょう。はい、いかつい音。はいっていうのがね、ちょっと今リズム甘かったですね。まあいいや。めんどくさい。もう一回撮るのめんどくさいからこれでいいや。で、もう一パターンやってみます。次のパターンを聞いてみてください。じゃあ次にいかつくないパターンですね。ダメな例をやってみます。圧倒的に違う部分が一つあるので聞いてみてください。はい、わかりましたか？何が違ったかというとですね、マウスピースが違うんですよ。で、この件もね、説明していきたいと思います。はい、いきなりね、デモ演奏から入ったんですけれどもね、2パターンね、デモがありましたね。1個目がいかついサウンド。で、2個目がいかつくないダメなパターンですね。を両方やったんですよ。で、さっき説明した通り、2個目がですね、マウスピースをですね、ローバッフルのを使ったんですね。もうこれが今日の大前提です。大前提は、ハイバッフルのマウスピースを使わないと、絶対にファンキーな、そしていかつい音はね、出ません。もうこれ大前提です。なのでね、僕が使ってるマッピね、概要欄にね、リンク貼っとくのでね、気になる人はね、見てください。はい、じゃあそれを大前提、ハイバッフルマウスピースを使うのを大前提で、このね、譜面を見てみましょう。はい、いろいろ書いてありますね。フォール、ゴーストノート、ベンド、トリル、サブトーン、ね、それから特殊奏法、それからフラジオ域、こんな風なことが書いてあるんですけども、この一個一個のね、要素っていうのは、過去の動画で結構僕、単体でこう語ってきたんですけども、これをね、まとめて語ったことがなかったので、で、このハイバッフルマウスピースを使うとですね、これら、この譜面に出てる要素全部がクリアできるんですね。逆に言うと持ってないと、ほぼ一つもできないと思ってもいいと思います。できたとしても、なんだろうな、そんなにその目立たない音になってしまう。つまり、いかついサウンドにはならないってことを、皆さんまず知っておいた方が良いと思います。はい。それでね、一個一個の要素ね、何が一番重要かっていうと、これ、おそらく全部重要なんですよ。これを弾くときにですね、演奏するときに、ちょっとずつ混ぜていくっていうことなんですよね。今日一つお教えしたかったのはですね、このいかついサウンドですね。ガーッとしたいかついサウンドをやるには、実はですね、いかつくない部分が必要だっていうのがですね、実はすごい重要な部分で、じゃあこの部分見てみましょう。このサブトーンって書いてある場所がありますね。これどんなサウンドかっていうと、というこういう暗いサウンドですね。こういう暗いサウンド、サブトーンですね、があるからこそ、他のいかつい部分が目立つようになるんですね。ということは、一つの演奏の中で僕のおすすめは、こう、いかつくない部分といかつい部分を合わせていくと、いかついところがさらにいかつく目立つので、そしてもう一つ言えることが、ここに書いてある通り、全体的にグロートーンをかけるんですよ。うーってうなるやつですね。音を割って演奏するとさらにいかつくなるんですね。例えば初めの方。このうわーっていかついサウンドですね。じゃあこれを普通に弾いちゃうと、
こんな風なサウンドになっちゃうんですね。なので、僕の一番のいかつさっていうのはですね、どこから来るかというと、おそらくはグロートーン。これも大前提の一つですね。全体的にグローをかけてあげる意識をしていく。そして残りの要素を足していってあげる。なので、このサブトーン、暗いとこから始めて徐々に上がっていって、高音にたどり着く頃には、ふわーという音に、いかつい音に変わるとですね、そこの差が出るので、さらにいかつく聞こえると思います。こんな感じかな。ちょっとサブトーンから始めて、高音まで行ってみますね。こんな風にやるとですね、サブトーンがブルルルルルって言って、こう、さらにこう、落差が出る。なんて言うんだろう、差が出るっていう感じですかね。で、このフォールとかゴーストノートとか、それからベンドっていうのはですね、過去の動画でも語ってるんですけども、一個だけね、語ってないおまけがあります。それは何かというと、特殊奏法って書いてありますね。これね、サックスの上等手段です。まあ、知ってる人がおそらくほとんどだと思うんですけれども、知らない方のためにね、ソプラノでもね、アルトでもテナーでもバリトンでも全部できます。なのでね、ちょっと語りましょう。で、この、譜面上ではドって書いてありますけれども、これはC 譜面なので、我々のサックスの指使いでいうとラの音ですね。ラの音を弾きながら、こう右手でこうパコパコパコとこの3つを押さえていく。だから変な指使いになるんですよ。するとですね、こうまあよくね、ジョークで言われるのが、我々はってね。っていうのをですね、高速でやって、そして途中に音を混ぜていくんですね。このラの音だけじゃなくて、ドとかを混ぜていくと、っていうのを高速でやるとですね、っていう風になるので、まあ、これね、結構やる人多いんですけれども、まあ、ここだけがね、過去に説明したことがなかったので、まあ、一応ね、こういう奏法もありますと。そして最後の方に出てくるこのベンド、それからフラジオ域、高い音域ですね。サックスの正規の指使いじゃ出ない音ですね。超高音の音っていうのは、まあ無理に出す必要はないです。これね、おまけみたいなもんでね、別にその実際の演奏でそこまで連発する必要もないし、もうできたらまあできたね、よかったねぐらいのレベルだと思うので、まあそこまでね、このフラジオ域が重要なわけではないので、そこまでね、気にしなくてもいいと思います。ということでね、いろいろ説明したので、もう一回ね、それを頭に入れて聞いてみてください。じゃあさっきの動画どうぞ。はい、ってことで、このいかついサウンドがね、やってみたい、そして好きだって人はね、いいねボタンとチャンネル登録をね、ぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。